失敗はしなきゃいけないし、そうだね。失敗してやっと成長する、飲む気にしない寝る。飲む寝る。もうちょっとあるよ。そんな3つでいいの？じゃあ乾杯します。乾杯、チェース。はあ、お疲れ様って感じだね。なんか年明けってさ、メンタルをすごい整える時期じゃない？今日はメンタルヘルスについて喋ろうっていうので喋りたかったんだけど、まあでもこんだけいろんな経験をしてきてるとさ、まあまあ失敗談も増えてくるじゃない？なんかやらかしちゃったなあの時とか、そういう時どうやって乗り越えてる？失敗したなーって時、失敗の後の、まあ何でも挫折から日頃のデイリーの失敗までいろいろあると思うけど、仕事早く終わらして飲みに行く。わかるー。もう失敗した。もうちょっと今日無理ってなってもう飲みに行く。反省は？反省をしながら飲みに行くそうだよね。わかる。私も友達と会って話して、まあそうだね、飲みながら発散一回してちょっと気持ちを落ち着かせて、でそこから、まあ、例えばじゃあ他人に迷惑をかけてるパターンだったら、まあ、ちゃんと謝るし、そこから同じ失敗を繰り返さないように心がける、lesson learned っていつも思う。全部こう学びだと思って、失敗すればするほど多分人は強くなると思う。そうだね。レッスンラーンって教訓？教訓？学びを得る。レッスンラーンってすごいいい言い回しだね。確かに私もしょっちゅう言ってる。lesson learned またいろんな場面で勉強してこう、人生はちゃんと勉強して学んで、ちゃんと自分でそれを教訓にして学んでこうステップアップしていくっていうので、レッスンラーンって R&B によく出てくるよね。アリシャの歌でもあるよね。大好きよの歌。lesson learned 同じアザヤンだっけ、大好き、いい歌だよね。大好き。絶対に学べって。そう。恋愛もまた同じ過ちを繰り返さないっていうのがレッスンラーン。でもさ、繰り返さないようにするのも大事だけど、なんかこう失敗するのを恐れてくる時もなかった？一回失敗しちゃうとさ、次失敗したくないから、失敗を恐れてあんまこう踏み出せない時もあったのね。でもそれも良くないなって思う。多分人生ずっと失敗していくと思うし、これからもいろんな意味で。でもそれ同じのを繰り返さないっていうのがポイントで、でも失敗っていいこともたくさんあるよね。ある。私一緒に働いてる若い女の子たちに失敗していいんだよって、なんか失敗しちゃったどうしようみたいになってる子とかに、いや失敗していいんだよ、失敗してやっと教えることがたくさんあるから、失敗しなかったら何も学ばないし、こっから10年後も同じ働き方とかしかできないから、全然失敗していいんだよ。だってだいたい20代前半の子たちにはあんまりそんな責任が重たい、失敗したらやばいこと契約に合わせるとかはさせないわけじゃない、だからもう本当に日々のなんか付帯業務とかいろんなことに関しては失敗していいんだよっていうのをやっぱり言ってるから、失敗はしなきゃいけないし、そうだね、失敗してやっと成長する。そう思う、だってもうリハーサルもよく言われてたもん。なんかこうスタッフにももうどんどん恥をかけて、恥ずかしい思いいっぱいここでしなさいって、ステージで恥かけないからっていう。本当。でもほらやっぱ一応リハーサルでもさ、ちゃんとしなきゃっていう風に、でそれで硬くなって、であんまりこうそこで学べないまま本番を迎えると、今度はそこでもう失敗したら元も子もないっていうか、また立ち上がれなくなっちゃうから、コレオグラファーに言われた。ダンスしてて、じゃあ失敗恐れてなんか動きが小さくなっちゃうんだったらもう大きく表現しろって言われた。そうでもていうか、それぐらいいろんなこう恥ずかしいとかうわーっていう風な気持ちがないと大きくなれないからっていう、いまだにそれはすごい響いてるの。なるほどね、じゃあ失敗をした時に乗り越え方、私はさっき言ったけど飲みに行く、で飲みに行った先に飲み仲間のもういろんな業種の異業種の人たちがいたの、覚えてる？恵比寿のところとか
いつも通ってたとかね、グラフィックの人たちとか、厳しい人たちだからさ、ちゃんとはっきりすっごい言ってくるからさ、あ、そうだったの大変だってねじゃなくて、ようお前が来ないだろうとか、めちゃくちゃ言ってくれたから、なんか泣かされたとかもあるよ。いや、お前がいけないだろうみたいな。やっぱこう突っ込んでくれる友達がいるとありがたいよね、それは本当に思う。なんか大人になればなるほど突っ込まれなくなってくるのを感じる、仕事でもそうだし、なんていうの、こうはっきりと、いやいやそれはないだろうっていうとか、ちょっとそれ違うんじゃない、もうちょっとこうした方がいいんじゃないっていういいアドバイス含め、多分なんかある程度キャリアもね、こう経験値が高まると周りもねどんどん若くなっていくし、言いづらいみたいな立場になってくるから、そういう意味で友達がもうズバッと言ってくれるっていうのはすごいありがたい。そうだよね、だからちゃんと厳しい方に自分持っていく、なんかかわいそうだね、大変だよねの、なんかそういうちょっとこう文句じゃないけどの言い合いでこう人のせいにする会に行くんじゃなくって、ちゃんと自分のことをこう大切に思ってくれて、ズバッと客観的に物事を言ってくれる人のところに行くと成長ができるし、あんなに落ち込んでたけどやっぱり私のこういうところがいけなかったんだっていう気づきがあって、その気づきからちゃんと直していこうっていう風にやると、なんか成長した感じに自分もなれるから、もうなんか毎日辛いとか、もう次の日も泣いて落ち込むとかじゃなくって、その日のうちに飲んで話して解決して、次の日謝るとか次の日行動に起こすとか、そういうメンタルのキープの仕方っていうのが一番、健康的だなと思って、私は20代半ば後半から30代までやってきたかな。ポジティブになれるように心がけてる3つのことお互い発表しましょう。なんか最近ってすごいポジティブだと思うんだけどどうやってそれを保っててるのって。自分一人で抱え込まないイコールそうやって飲みに行くじゃあこの時間も実はメンタルヘルスをキープできてる時間ってことだよね、そうだね、お酒入ってちゃんとこう自分の、でもすんごい頭使わないこの時間、すっごいさガーって回すじゃん、脳を、いろんなことをさ考えるじゃん。超いい脳のトレーニングだと思う私これ。Over the Bubbly、ポッドキャストを始めて、だって人生のことをすごい語るじゃん。そうねこうあるべきとかこうしていこうとかさ、これってさなかなかこう普段だとここまでのあれは話さないじゃん。確かに飲みながらこうなまった今、ずっとなまってるけど今自分でも分かっちゃったそう飲みながら待って、だからまず飲みに行く飲みに行くあと、そこまで気にしない。本当に寝るでしょでも言ってないいやもうほんと寝る、私睡眠大切だから。じゃあ飲む、気にしないの寝る飲む寝るもうちょっとあるよそんな3つでいいの、そんな大まかな。飲む気にしない寝るこれそっち言ってよ。トレーニング、運動運動大切。もうメンタルとあともフィジカルケアをするともう疲れてる時に頑張ってやると、なんかちょっとすっきりしない？疲れてたのがさちょっと引き上がって帰るじゃん。ペニは？私は日記を書く。てかとにかく書く。嫌な時が起きたほど、朝起きて脳内洗浄だと思って書いて、でそれを続けるとすんごいスッキリするの。私なんか自分のことをこうすごいより一回分かってきて、なんかこうフォーカスするから、やっぱこう書いていくとさ、何を考えてるかがすごい明確に分かるから、それをこうやっていくうちに次どうしたいかとか、目標もそうだし、なんかいろんなストレスをこう多分頭の中のゴミとか、いらないものをすごく出せるんだよね。だから私は結構書くことと、あと悩んだんだけど飲むとサウナ。じゃあそこだね両方できる場所あるよね同じタイミングではできないけど、サウナの後に飲む、サウナはよく言った。もう私たち一番悩んで、人にも仕事でも何でも一番悩んでた時、私たちは週に1回
サウナ行って飲んでたよ。飲んだね。あ、やってたよ。サウナ本当にいいの、めちゃくちゃクリアになる。あと強くなれる絶対。何を？サウナに入ると何が強くなるの？なんだろう、いろんな意味で。だって水風呂つらいじゃん。水風呂ちゃんとやんの？いや、やるやる。やんないの？一緒にやってた時やってなかったじゃん。そうだ、さっき水風呂あれだよね。ベニもやってた？やってるよ。あれそうだっけ？やらないとダメじゃん、サイクル的に。ちょっと今度教えて。熱くなる一方じゃん。水風呂入っていくと辛いけど、それを乗り越えてなんかこうシャーってなるの。だから日記でしょ、サウナ後に飲む、あとは最後は明日地球が終わると思って生きる。今日しかないんだよって思ったらいろいろなんかちっちゃく見えてくるんだよ。そうだね。2022年そんなエネルギーでスタートしたいと思います。はい。じゃあチェアーズ